漆黒のメタンよ。ずんだもんなのだ。スペースエイジの続き、青パックの完成後からよ。応用原油処理への切り替え中なのだ。そういえば本体バージョン 2.0 でいろいろアップデートされてるのよね。組み立て機や化学プラントに回路ケーブルをつないで直接制御できるのだ。そうなるとポンプや電源スイッチで間接制御する必要もないわね。と言いつつポンプを制御してるのだ。何が変わったかを本体側でお知らせしてくれないのよ。だから 2.0 技術への移行は思い出し次第になるわ。動画的に美味しくないのだ。いつ何を思い出すかわからないから編集も大変なのだ。ところで今回の目標は何なのだ。スペースエイジなんだし、そろそろ宇宙に行きたいわね。準備を進めていくのだ。電気エンジンユニットは手動運搬で、物流ロボット稼働までこれで耐えてもらうのだ。青パック用以外のエンジンは青パックラインの延長で作るわ。同じエンジンを作る場所だからついでで作れるのだ。本当は全部自動化できるといいんだけど、物流ロボで解決するものに対して長いベルトやパイプを引きたくないのよね。特にパイプは自動車の通行の邪魔になるのだ。そういえば今回は通行のしやすさにもこだわってるわ。その辺も含めて工場の全体像と今後の予定を話しましょうか。さて、これが今回の最初時点くらいのマップね。原油処理以外はメインバスってやつなのだ。最初に通行について話しましょうか。今回はベルト大通りに物を一切置かないことで自動車が通りやすい工場を意識してみたわ。電柱すらないのだ。多少物があっても通れるとはいえ通るたびに気を使うからね。そしてよく見ると左側はモールばかりで物の加工は右側に寄ってるのだ。ということで次は全体設計についてよ。ずんだもんが今言った通り物の加工はメインバスの右側でやるわ。左がスカスカなのだ。そして今後の開発計画はこう。モールの下は物流。今後他の惑星と物をやり取りするけどロケットを使う以上のことを把握してないのよね。何をするかわからないから設計不可能なのだ。それでもモール、工場、鉄道とやり取りできるこの場所で宇宙と物をやり取りすれば便利っていう算段よ。全体設計はそんなところなのだ。最後に今回のプレイスタイルについて。目標は特になし、クリアのみなのだ。ウルトラキューブの全自動化で清く正しい開発は一旦の決着を迎えたから今後は今までと違うこともしてみましょう。暗いかしら。型を破って型から離れていくのだ。ということで作業に戻るわ。品質モジュールの研究が終わったわ。品質？そんなモジュールあったのだ。スペースエイジの拡張パックに同梱で追加されるわ。アイテムの性能が上がるみたいなのだ。組み立て機は速くなるしモジュールの効果もアップよ。まだレアの量産は難しいからここぞという場所で使いたいのだ。早速緑モジュールの生産に使ってアンコモンがいくつかできてるのだ。モジュールを2枚しかさせないポンプジャックに使っていくわ。2枚で消費電力がマイナス 78% なのだ。そういえばここのポンプコメントで流量が落ちると言われていたけどこの駅ならなくてもいいしない方が良いのは実際そうなのだ。でも一番の目的は一方通行による駅への引き当てなのよね。流体がタンクから逆流するかつ駅を回路制御してると割と異常が起きるのだ。まあそれもこの駅では発生しないのだけど駅の特性に関係なくポンプは毎回置く決まりでやっているわ。たまに横着しておいてないのだ。むむむ、中型バイターが出てきたわね。もうガンタレットと通常弾薬では厳しくなるのだ。こうなったら今流行りのあれになってみましょうか。そう、地雷系女子に私はなる。それは戦車に乗りながら地雷を設置する女子のことじゃないのだ。なぜ地雷で巣を壊せるのかこれがわからない。巣を巻き込めるほどの威力なんだろうけどそれなら最初から爆発物として投げる方が強そうなのだ。なぜかグレネードより安くて強い謎の存在ね。
防衛もこれで済ませてしまいましょう。巣に汚染がかからないようにして巣作り部隊を地雷で倒すのだ。防衛もしつつ紫パックを少量作り始めるわ。電気炉、レール、赤モジュール1なのだ。これらは全部普段使いするから。品質モジュールを指してノーマルは紫パック用、そしてアンコモンやレアを工場用にするわ。サイエンスパックを作るのが自動化の助けになるファクトリオの良いところと噛み合ってるのだ。そしてこの頃には追加の交渉も使い始めているけど、電気炉があれば現地焼きをしやすいわね。少量のレアを活用するゲームだと現地焼きは不利じゃないのだ。必要になったら別の精錬所を作って鉱石輸送に切り替えればいいでしょう。そこは工場の規模次第なのだ。そういえばプレイの目標はなしと言ったけど、40時間でクリアする実績のテストランは兼ねているわ。漫然とプレイするだけでは改善するべきところがわからないのだ。だからサイエンスパックの分間生産量、通称 SPM を60や120にしてチャート改善の物差しにする予定ね。まずはこれでクリア時間を見るのだ。で 120SPM ってメガベースの8分の1だし、輸送網は使い倒す方針でなんとかなるでしょう。ボトルネックでない部分を気にする必要はないのだ。というところでロケットサイロの研究が終わったわね。青パックまででできたのだ。次はこの星の軌道上にプラットフォームを作るみたい。スタートパックを打ち上げて作ってみるのだ。月間プラットフォームを作ろう。総艦棒は鋼材1220枚から。ロケットのインベントリに打ち上げるアイテムを載せるのね。ボタンがいっぱいあってまだよくわかんないのだ。少しずつ慣れていきましょう。今回はコメントを返して終わりなのだ。うとつ。いつもありがとうございます。500ごめんは寂しい。大規模化はパターン化になりがちだし、小規模なラインをちまちま回すのも楽しいわよね。動画化して記録を残せば寂しくないのだ。公式がネタバレ。見ることは見るけど先読みしすぎないくらいの付き合いでいきたいわね。魚。食いつきが良すぎるのだ。さて今回のコメント返信は以上で、ナウビスの軌道上にプラットフォームが完成したわ。ハブという建物があるだけで寂しい画面なのだ。発展の余地があるってことね。それでは今回はここまでなのだ。ご視聴ありがとうございました。